こんにちは。今回は戦争を考えようというタイトルで話をします。今2つの戦争が世界中から注目されています。一つはロシアとウクライナの戦争、もう一つはイスラエルとパレスチナの戦争です。今回はこの2つの戦争について考えます。さて、2つの戦争を考えるためにまず戦争の捉え方について話をしておきたいと思います。戦争はその内容を大きく2つに分けて捉えることができます。侵略戦争と抵抗の戦争です。戦争は突き詰めると侵略戦争と抵抗の戦争に分かれます。侵略戦争は非人間的な戦争です。侵略戦争を行う軍隊は武器を持たない民間人にも銃を向け虐殺を行います。それはやってはいけない戦争です。逆に抵抗の戦争は人間的な戦争です。なぜならそれは人間としての大切なものを守ろうとする戦争だからです。抵抗の戦争を行う軍隊は決して民間人に銃を向けません。民間人を虐殺することはありません。さて、ロシアのウクライナに対する戦争は侵略戦争です。だから民間人にも銃を向けます。そして拷問、レイプ、略奪、誘拐が行われています。それは非人間的なやってはいけない戦争です。それに対してウクライナのロシアに対する戦争は抵抗の戦争です。抵抗の戦争です。それは人間としての大切なものを守ろうとする人間的な戦争です。だからウクライナ軍はロシアの民間人に銃を向けません。それでは次にウクライナの抵抗の戦いについて考察を深めます。昨年2月、ウクライナ戦争が始まる直前、誰もがロシアが勝つと思っていました。ロシアの軍事力の方が圧倒的に大きいからです。プーチンロシア軍は数日でウクライナを屈服させ、ゼレンスキー大統領の命を奪おうとしていました。そしてそれを見たアメリカ政府はゼレンスキー大統領が殺されないようにゼレンスキー大統領を亡命させようと考えました。そしてゼレンスキー大統領に亡命するよう伝えました。ところがゼレンスキー大統領はそれを拒否します。そして次のように答えました。逃げるための飛行機はいらない。戦う武器をくれ。ゼレンスキー大統領は亡命を拒否し戦う道を選びました。さて、それではなぜゼレンスキー大統領は亡命を拒否し戦う道を選んだのでしょうか。その時のゼレンスキー大統領の心の中を覗いてみたいと思います。人間の心の中には2人の自分がいます。自分 A と自分 B です。人間は自分で自分を見つめる生き物です。人間の心の中で自分 A は自分 B を見つめています。だからゼレンスキー大統領の
中にも2人の自分がいて、自分 A が自分 B を見つめています。もしゼレンスキー大統領が亡命の道を選んでいたら、ゼレンスキー大統領の命は助かります。しかしそうやって生き延びたゼレンスキー大統領は心の中で亡命した自分を見つめることになります。国民を見捨てて逃げた自分を見つめることになります。そしてその時、心の中の人間としての誇りを失います。侵略戦争は屈服した人間から人間の誇りを奪うのです。ゼレンスキー大統領は誇りを失うことを拒否しました。そして戦う道を選んだのです。人間としての誇りを守ったのです。これはゼレンスキー大統領だけではありません。戦うウクライナの人々は誰もが皆人間の誇りを守って戦っています。戦うウクライナの人々がよくウクライナに栄光あれと言います。この栄光とは人間の誇りのことです。ウクライナの人々はロシア軍の侵略から人間の誇りを守って戦っています。もちろんウクライナにもいろんな人がいます。この戦争の最中に汚職をやっている人間もたくさんいます。ウクライナもまた国内にいろいろな問題を抱えています。しかし重要なのは、そのようなさまざまな問題を突き抜けてウクライナが人間の誇りを守る抵抗の戦争をやり抜いていることです。ロシア軍はウクライナの民間人を無差別に攻撃します。そして虐殺、拷問、レイプ、誘拐を平気でやっています。ロシア軍の戦争は明らかに侵略戦争なのです。それに対しウクライナ軍はロシアの民間人を攻撃しません。虐殺、拷問、レイプ、誘拐を絶対にしません。ウクライナの政府や軍はロシアを支配しようとは考えていないからです。ウクライナ政府や軍の目的はロシアの支配を許さないことです。ロシア軍を追い出すことです。そして人間の誇りを守ることです。だからその戦争は侵略戦争とは全く違う抵抗の戦争なのです。さて次にイスラエルとパレスチナの戦争を考えます。イスラエルはパレスチナの人々を日頃から抑圧しています。イスラエルはパレスチナガザ地区を高い壁とフェンスで囲っています。これは巨大な人権侵害です。イスラエルのパレスチナへの戦争はこの巨大な人権侵害の延長にあります。だからその戦争は侵略戦争なのです。それではパレスチナハマスの戦いはどうか。10月7日ハマスはイスラエルを攻撃しました。そしてそれは明らかに侵略戦争でした。イスラエルの民間人を襲い殺害し誘拐したからです。これはイスラエルと同じ侵略戦争なのです。だからイスラエルとパレスチナハマスの戦争はお互いに侵略戦争ということになります。課題は明確です。イスラエルにはパレスチナへの抑圧侵略をやめようという運動が必要です。もちろん憎しみと復讐に満ちた現在のイスラエル国民には難しいかもしれません。しかし侵略戦争には未来はありません。時が経ち
憎しみの心が和らいだ時、抑圧侵略をやめようという運動が必要になります。パレスチナに必要なのは侵略の軍隊ではなく抵抗の軍隊です。民間人を襲撃したり誘拐したり殺したりしない抵抗の軍隊が必要です。イスラエル軍の侵略から人間の誇りを守る抵抗の軍隊が必要です。さて、ここで一つ押さえておくべき大切なことがあります。それは10月7日のハマスの戦争がなかったら、イスラエルの抑圧の実態が世界中に明らかになることはなかったということです。ハマスの戦争はイスラエルの抑圧の実態を世界中に明らかにしました。問題はその戦いが侵略戦争だったということです。抑圧への戦いは抵抗の戦争として戦われなければなりません。なぜなら侵略戦争はさらなる侵略を生み出し、そこに未来はないからです。今世界中のデモが2つに分かれています。一つはイスラエル支持のデモ、もう一つはパレスチナ支持のデモ。しかし本当に必要なのはお互いに侵略戦争をやめようというデモです。このままではたくさんの犠牲者が出ます。とりわけパレスチナの人々にたくさんの犠牲者が出ることがとても心配です。この戦争をやめさせる国際的な取り組みも必要です。さて、ロシア国内にも侵略戦争反対の声があります。しかし独裁者プーチンが大きな力でその声を押しつぶしています。さて、今ロシア国内には変化が生まれています。ウクライナの抵抗の戦争がプーチンの支配を揺さぶっています。ウクライナの抵抗の戦争はロシアの政治を変えていく可能性を生み出しています。ウクライナの抵抗の戦争は未来に向かった大きな展望を切り開いているのです。今回は2つの戦争について考えました。私たちにとって重要なことは侵略戦争をなくすことです。そして自国の軍隊を抵抗の軍隊としていくことです。もし世界中の軍隊が抵抗の軍隊になれば世界中から戦争がなくなっていきます。なぜなら抵抗の軍隊は侵略戦争を拒否するからです。ウクライナの戦いは抵抗の軍隊による抵抗の戦争を実現しました。これは私たちの未来への展望です。ウクライナの戦いを応援します。それでは今回はこれで終わります。さようなら。